おはようございます。こんにちは、こんばんは。日本語でいろんなテーマを話すリアの日本語ポッドキャスト。東京生まれ東京育ちの日本人リアが標準語でお届けします。早速ですが行ってきました。外国人観光客の方々に大人気のラーメン屋一蘭。豚骨ラーメンで一人一人仕切りのあるカウンター席っていう特徴があって、数あるラーメン店の中でもダントツ人気のお店です。私昔1回行ったことあるんですけど、その時も人気は人気だったんですよ。でもまだインバウンドは少なくって、お客さんは日本人メインだったんですよね。で、味も正直記憶にないっていうか、カウンターで一人一人仕切られてるのが珍しかったぐらいの記憶しかないです。でも今 YouTube とかでも見ますけど、渋谷や新宿で90分待ちとかもあるんですよね。本当ですか？なんかディズニーランドとかユニバーサルスタジオのアトラクションレベルですよね。びっくりです。実際韓国の方が日本に旅行にいらっしゃって日本を案内するような YouTube でも、多くの方がラーメン屋って言えば一蘭をチョイスしてらっしゃるので、そりゃ人気になるよなっていう感じです。ラーメンって言えば日本にはいろんな種類があります。豚骨ラーメン、醤油ラーメン、味噌ラーメン、塩ラーメン、あとつけ麺も私好きですね。もともとは中国の麺料理が日本に伝わってきて、日本の食文化と合わさって日本独自の進化をしたものがラーメンなんですって。さあ、前置きが長くなりましたが、タイトル通り日本人が外国人に大人気の一蘭ラーメンをガチレビューしてみます。忖度なしのリアルレビューですが、結論から言います。5点満点で3点ぐらいです。私はあんまり好きじゃないかな。私が行ったのがチェーン店の一つだったんで、本店はすごい人気が高くて評価が高いのかなって見てみたら、食べログっていうグルメサイトがあるんですけど、ユーザーの口コミが見れて、それを見てみたら2025年1月現在で一蘭本社総本店で5点満点中 3.47 点、一蘭渋谷店で 3.31、 私が行った一蘭の某支店は 3.14 でした。なんで、本店が特別評価が高いってわけでもないみたいですね。ちなみに今日行った店は全く並ばずに入れました。お客さんはたくさんいらっしゃいましたけどね。で、味なんですが、同じ豚骨ラーメンでもいろんな麺のパターンがあるんですけれども、一蘭は細い麺です。まず最初の一口食べた瞬間、なんとなく臭みがありました。臭みっていう表現を言い換えるとしたら、独特の風味っていうんでしょうかね。それが最後までずっと続きましたね。あと細麺でなんか量が少なくって、私が大食いだからか半替え玉っていう麺のおかわりの替え玉を半分にしたものをしたんですけれども、それで足りなくって、もう一回半替え玉して、結局替え玉一回したことになりますけど、それでもなんか物足りなかったです。カウンターで仕切られてるっていうのは確かに食べることに集中できるっちゃできるんですけど、私昔来た時に友達と来たのになんか一人ずつで食べる感じになってしまって、面白くなかったっていう思い出が思い出されましたね。ラーメン屋ってカウンター席がやっぱり多いんですけど、友達と来ても結局食べるときは一人だし、別に一人一人仕切られたカウンターじゃなくてもいいんじゃないっていう感じです。あと一人で食べるっていうのも、日本だと一人飯が割と一般的なんで、一人で食べるのにカウンターで一人一人仕切られてるのがいいっていうのも特に感じなかったです。お店にとったらすごく効率的だなって思いますけどね。2人とか3人とかのお客さんだと、2人席が空くまで3人席が空くまで待ってなきゃいけないっていう場合もあると思うんですけど、そういうのなくって席が空いたらどんどん入っていくっていうようなシステムなんで効率的ですよね。
で、今回一覧公式アプリメンバーっていうのに会員登録すると限定の特典でクーポンが受け取れてすぐ使えたんで、2回目の半替え玉はそれで使いました。正直東京にラーメン屋さんって数えきれないくらいあるし、人気店もたくさんあるんで、もうあえて申し訳ないけど一覧には来ないかなって思って、すぐアプリ登録してすぐその場でクーポン使いました。もちろん一人一人好みがあるので、好きな人は好きだと思いますけど、結論日本人の私リアとしては一覧は5点満点中3点ぐらいで、多分もう来ないかもです。一蘭以外のおすすめのラーメン屋だか、また機会があったらお話ししてみますね。何か質問や知りたいトピックなどもしあれば、ぜひコメントで教えてください。ではでは、リアの日本語ポッドキャスト、今回はこの辺で。最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次のポッドキャストでお会いしましょう。またね。バイバイ。